れこんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。前回のまた動画もね、反響があってありがとうございます。で、結構私も気づきがあって、あの動画で、孤独みたいなね、感じとか、パートナーとか、ツインレイについてとかね、子供のこととか出したと思うんですけど、じゃあパートナーとかね、ツインレイとか、子供がいない人とかね、そういうところの、人についてとか、あとそういう、なんていうのかな、やっぱりすごい生きづらさを感じてる人とかも多いのかなと思ったんですね。で、一つね、コメント、すごい一つのコメントに、いいねがもう極端についてる方がいたんですよね。ちょっと紹介させてもらいますね。私はここ10年パートナーはおろか好きな人がいませんでした。そういうことなさすぎて求める相手すらイメージしてないというか、それが普通でした。昨年好きな人ができてその人と一緒になりたいと思ったけど無理っぽいし、これ以上好きでいると執着になりそうなので、また元の恋愛してない頃に戻ろうかなと思っています。特にパートナーを探してなかったけど、出てきたら執着と言われ、いないはいないで寂しいですが、その期間が長いので、孤独になりすぎてもうどうでもよくなってきました。子供も好きな人ができたら産んでみたかったけど、年齢的に厳しそうなので、今世は難しいかな。今したいこともあやふやなので、さて、寿命まで何して生きるか。どうしようかなって感じです。今は絶対したいこともなければ失いたくない。パートナーや子供がいないので恐れるものはないです。ね。いつ宇宙に帰ってもいいんだけどなっていうね。ありがとうございます。ちょっと紹介させてもらいました。この、コメントいただいたのに55個いいねがついてるんですよね。だから、共鳴した人が多いっていうことだと思うんですよ。で、なんていうのかな。やっぱりね、これね、発信するというか、こうやって声を上げていただいて、そういう風に感じてる方が多いっていうのはすごい分かったと思うんだけど、基本的にはさ、私たちってやっぱり孤独なんですよね。生まれてきた時に、やっぱり自分が何者か分かんないで生まれてきてるわけだから、孤独なんですよ。私もね、ほんとつい最近までずっとね、孤独だったんですよね。うん。なんていうのかな、今ほら子供とかいて旦那さんとかいてね、だってつい最近まで別居してたわけだし、例えば私恋愛経験とかもすごい少ないんですよね。あんまりね、興味ないんですよ。なんていうの、わかると思うけど、私はやっぱり探求したいのは、どこから来たかとかが知りたかったんですよ、ずっと。自分が、どこから来てどこに帰るのかとか、なんで私は生まれたか、みんな、この世界はどうや、真理を知りたいってやつだね。うん。これを知りたくてしょうがなくて、だから人とお付き合いしたのも、何回かあるけど、20歳ぐらいから結婚するぐらいまではね、人と付き合ってなかったかもしんないね。ちょっとそんな感じだったかな。それ、何やってたかっていうと、全然興味なくて、自分のやりたいこととか、なんて言うんだろう。すごいこう、自分自身を探求することとか、なんか、地球が面白くなっていろんな国に行ったりとか、なんかそういう自分が楽しくなっちゃったんですよね。で、そういうことばっかりやってて、あのなんだろう、全然そういう彼とかさ、なんかそういう恋愛とかも全然興味なくて、でもご縁があって結婚したり、子供を持つっていう形になったっていう感じだから、ずっと一人でいたっていうとこがあったのね。その時はあんまり孤独っていうよりも楽しかったっていう感じなんですけど、で、だけどやっぱりずっと探し求めてきてたから孤独だったんですよ。だからずっと探し求めてきてて孤独で、結婚してからも孤独なんですよね。ずっと孤独なの。自分の中に、まだ答えがね、なくて何かと戦ってるような感じみたいな感じでずっとそういう感じの孤独は続き、そして、そうだな、宇宙のこととかが分かってきて、つい最近まで本当に孤独だったんですよね。だけど、やっぱ創造主とかさ、やっぱり自分がこの世界を作ってるっていうことが分かってからも孤独だったみたいな。もう分かり合える人がいないし、みたいな。なんかそういうこともあって、だけど、あの
私こういう形で発信し始めてますよね。こういう。で、なんでそれが埋まったかっていうと、自分が発信したからなんですよ。発信して、共鳴してくれる人が出てきたっていうことなんですね。これで埋まってきたんですよ。埋まってきたというか、だから共感してもらったり、自分のこの孤独であったっていうこととか、自分がこうやって思ってるっていうことと同じような人がいるっていうことに気がついてくると、すごい自分が安心して埋まってきたんですよね。そうだから何かそういう孤独とか感じてる方も、こんな私には価値ないって思ってるかもしれないけど、まずは自分が発信することなんですよ。今孤独であるとか寂しいとか、そういうのを何かブログとか、何かの形で、YouTube とかね、何かの形で自分でもただなんていうのかないるだけじゃなくて、発信することによってそこは結構埋まっていくんじゃないかなって一つはね思うんですね。なんでかっていうと、同じような人がいるんですよ。あなたの声が必要な人がいるっていうか、あのしかも等身大が大事なんですよね。すごいさ、かっこつけていい部分だけを見る、もうね、世界は疲れてんですよ。みんな疲れてんの。そんなみんなわかるから、本質がみんなわかるから、やっぱりね、知りたいのは本音なんですよ。本音を知りたい。うん。だからそこで自分が出すことによって同じようにつながって、共感できる人がいたりすると、すごい安心感が出て、自分も変わってくるし、世界も変わってく、自分の見えてる世界も変わってくっていう感じになると思うから、少しね、発信するっていうことをやっていくと、誰かの助けになるんですよね。これが不思議なんだけど。大したことないってね、自分では思ってるかもしれないけど、一歩踏み出すっていうことをやってみるのもいいと思います。あと、やっぱりね、なんで地球って孤独を感じやすいかって、いろんな、ここの話はね、すごい、いろいろあるんだけど、一番はね、やっぱりね、一つしか答えがないんですよね。例えば、もうさ、ある程度の年齢になったら結婚してないっていうことで、特に日本とかだとさ、結婚してないの、寂しいとかさ、なんかそういう目で見たりするじゃないですか。うん、なんでしてないのとかね、なんで子供いないのとか、そんなの自由なんですよ。だけど、答えが一つみたいな感じ。じゃあ持ってないと寂しくなっちゃうみたいな。別にその人が楽しくていろんな自由な選択があっていいのに、なんか答えが一つみたいになってるから、自分もそうしなくちゃって思い込んだり、そうなってないことは、なんか、あの、疎外感みたいな、なんかそういうのを感じやすいんだけど、自分がそうやって選択してることだって、実は宇宙的に言ったらすごくこういいっていうかね、例えば先ほど書いてくださった方みたいに、やっぱこう今世宇宙的にね、こういうだからスピリチュアルな観念とか宇宙的な観念を持つことによって、実はその自分が選択してたことっていうのはすごく意味があったんだとか、違う見方を捉えることができて、しかもこっちの捉え方の方が、真理で正しいんですよね。で、例えばだから今世ね、子供を持たないっていう人とか結婚しないっていう人結構多いと思うんですね。これなんでかっていうと、今世本当に久しぶりに宇宙に戻る人すごい多いんですよ。もうだから何億年ですよね。ずっとさ、例えばね、地球の中でずっと輪廻転生を繰り返してて、やっと今世に合わせて前世からさ、どん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 手放して、こう目覚めていってみたいな。で、本当にこのさ、最後の地球みたいな感じになってたりするから、やっぱりこう重荷としての、重荷っていうか、ほら子供とかいたり、なんか大事な人がたくさんいると、やっぱりその未練が残ったりして、地球に未練っていうの残るっていう。ぽっちゃりジボちょっとロイタ10 minutes after ジボ。うん。そうそう。そういう感じで、そう、自分自身が、なんていうのかな、これが終わった後に、宇宙に戻るっていうのを決めてきてて、だからこう、未練がないように設定してきてるっていう人がね、結構多いんですよね。まさかみたいな。そう考えると、ね、そんなことなんてね、わかんないし、もうかわいそうとかね、彼氏がいないとか、結婚してないかわいそう、子供いないかわいそうみたいな、そんなもうレベルじゃないっていうか、すごいこう壮大なスケールの、プランを立てて今世生まれてきてたりする人もたくさんいるから、
こういうなんか視野でを知ることによって自分をやっぱりすごい肯定できると思うし、実はもう魂的にはわかるから、自分自身っていうのはね。そうそうそう。でも一つの答えしかないんですよ。一つの答えしかないことがやっぱ不自然なんだよね。だからこうじゃなくちゃいけないみたいな。そう。いいんですよ。いろんな選択があっていいし、それで宇宙的な見方をすると、だから本当にこう、なんて言うんだろう。だからパートナーとかもそうだよね。こうじゃなくちゃいけないみたいな感じだけど、別にパートナー、だから男もだってね、私だってほら前世とかでこう男だったこともあるし、宇宙人の時は両性ですから、そしたらさ別に男も女も愛するっていうのが本当自然にあることであって、ね、なんだろう。どっちだって両方やってるわけだし別に、だから別にその結婚っていうさ形だってないわけだから、宇宙にはそういう形にしなくちゃいけないっていうところに苦しいんですよ。でもそうじゃないことに対してやっぱ地球っていうのはそういう目で見られたりするから、そうだから自分がやっぱりそういう選択してることっていうのはすごい正しいっていう、なんていうのかな、違う視点かな、やっぱりスピリチュアル宇宙的な視点でを知ることが、要はその孤独を埋めることにもなるのかなと思うんですね。だから自分が感じてた違和感は正しかったっていうことなんですよね。これがだから結構スターシードかなっていうことに気がついてくると分かってくるんですよ、だんだん。じゃあ自分がこうやって感じてた違和感は良かったんだとかね。で横のつながりを持つことによって、同じように違和感持ってて、この違和感は良かったんだ、こんなにたくさんいるんだっていうことに気がついてくるから、これが自信になって、自分の本来の自分が目覚めてくるみたいな感じになってくと思うんですね。そうそうそう。だからなんていうのかな、このやっぱ地球ゲームだよね。孤独とか違和感とかさ、やっぱこういうのってすごいこう地球ならではのことだから、これをまあ今まで体験してたっていう感じなんだけど、やっぱ新しい視点かな、自分がこう新しい視点というかね、実はこれが真理だったっていう感じで、魂では多分わかると思いますね。そう。だからそうすると、その自分の孤独っていうのも埋まっていくと思うし、あとはやっぱりすごい孤独を感じやすい人は発信していくことかなと思う。同じように感じてる人たちがたくさんいて、それによってすごいこう自分が、なんていうのかな、新しい自分っていうのを見たりするんじゃないかなと思うんですね。別に発信したくなかったら全然しなくてもいいんだけど、今回本当にね、この50何人の方がいいねしてるのを見た時に、本当にこうやって勇気を出してコメントしてくださった方のところにすごく安心感とかね、自分もそうやって思うっていうのをやっぱり皆さんがね、こう応援してくれてたんだろうなって思ったんですね。応援っていうか同じように思ってる方が多いんだなっていう、私もすごい気づきがあったし、でこのだから私はこれから宇宙的な視野というんですかね、なんとなく感覚でわかるけど、それをもうちょっとわかりやすく皆さんに伝えていきたいなと思うんですね。要はもう地球の観念っていうので、いい悪いこうじゃなくちゃいけないっていうさ、一つの答えの中で私たちは生きてきてるから、もういるだけで素晴らしいのに、なんか不足感が出てくるんですよ、他の人の目とかでね。だけど実は自分が選択してることって正しいですから、ちゃんとそういうなんていうのかな、いい流れになってるっていうことなんですよね。そうだからそれをこれからも発信していきたいなと思っています。まあそんな感じですね。ではまた撮ります。ではでは。